皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は春の割り出し、春の人工分蜂をテーマにお話しします。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。時は5月中旬の2日間です。天気は2日とも晴れていました。撮影中の気温は養蜂場そばの日陰に設置した温度計で1日目は17度、2日目は20度にまで上がりました。養蜂場周辺の草原はタンポポで埋め尽くされています。今はタンポポの全盛期なのです。タンポポが一面に咲き始めるともう閉めたものです。これで自然界からの蜜の供給が段違いに豊かになります。もちろん蜂のコロニーもそれに伴って急速に成長し始めます。この地方で本格的な春の到来を告げる花はタンポポなのです。そうであるにもかかわらず、このシリーズではまだあまり花が咲いていない1ヶ月ほど前から東洋豊穣の春先としては異例の境遇ができてしまったことをお伝えしてきました。そしてその対応策として前回の動画で5月上旬としてはやはり異例の2段群にしたことをお伝えしました。例年ですと当養蜂場で1段群を2段群にするのは6月中旬のことなのですが、今年はそれよりも1ヶ月半も早い2段群です。春先の2段群の心配な点と、それへの対応については前回の動画で詳しくお伝えしたところです。そして今回の動画でお伝えするのは割り出しによる人工分蜂を行ったということです。群の成長があまりにも早いために蜂の数が一群で収容しきれる限度をついに超えてしまったということなのでしょうか。そのため一つの群を二つの群に分ける作業を行う必要が生じてきたのです。そしてこれも異例に早いことです。昨年この養蜂場で新しい女王蜂を作って人工分蜂を行い始めたのはやはり6月中旬のことでした。ですから今年は昨年よりも1ヶ月早い人工分蜂の取り組みということになります。ただ今回の人工分蜂は意図して計画的に行ったというわけではなくて、たまたまその時の事情に促されて行ったものでした。そこでこれから今回の人工分蜂のいきさつについて詳しくお話しします。で、今回の内見は巣箱を変えることをメインの目的で行ったものでした。これは昨年の動画でもお伝えしたことなんですけれども、本格的な集蜜、そして採蜜の時期を前にして越冬期間中にかなり汚れた巣箱をきれいな巣箱に変えるのです。今内見の風景を映しているところですが、蜜巣に黒光りした蜜がたっぷりと溜まっているということがわかります。そして蓋のついた有害胞子がびっしりと巣板についています。蓋の色には濃い茶色から淡い黄色までのグラディエーションが見られます。濃い色の蓋は比較的古い蓋です。それに対して淡い色の蓋は新しい蓋です。グラディエーションが見られるというのは女王蜂の産卵が規則的に行われているということを示しています。女王蜂のお腹が膨らんでいて栄養状態がいいようです。彼女は順調に産卵を行っているようです。というように巣箱の内見を通じて、物事が割と順調に進んでいるということを確認しました。その時ちょっとした異変に気がつかされたわけです。それは上段の巣箱の一番端の巣板の下の方にかなり出来上がった大台が見つかったということです。あと5、6日もすれば新しい女王蜂が出てきそうです。先ほど言いましたように今の時期に新しい女王蜂を作って巣を割るのは時期尚早だと考えておりますので、1週間前の前回の内見の時に見つけた大椀はすべて潰したつもりでした。
しかし、その時取りこぼしがあって、残った大椀の中に産みつけられた卵から孵化した幼虫が見事に成長したようです。ことここに至って私たちは方針を変えました。つまり、この大台から育ってくるであろう女王蜂を中心に据えた新たな群を急遽作ることにしたのです。急いで文字通り泥縄式に新しい巣箱を用意して、その巣箱にまず成長した大台がついている巣板を移しました。今映っているのがその巣板なんですけれども、下の方についている大台の上に働き蜂たちが折り重なっているために大台が見えなくなっています。働き蜂たちは必死にこの大台を守っているのでしょう。ついで卵がついている巣板を選んで、この選んだ巣板もまた新しい巣箱に移します。大台がついている巣板だけではなくて、卵がついている巣板も一緒に移したのは保険をかけるためです。もしも大台から女王蜂がうまく育たなかった場合には、働き蜂たちが卵がついている巣房を急遽変成大台に作り変えて、そこから新しい女王蜂を作ってくれるはずです。さらに蜜がたっぷりと溜まっている巣板も食料庫として新しい巣箱に移してあげます。したがって今回都合3枚の巣板を割り出しました。繰り返しになりますが、大台のついた巣板と卵がついた巣板と蜜がたっぷりと溜まった巣板です。新しい巣箱はもちろん蓋をして巣門を閉じ、元の巣箱から遠く離れたところに隔離しておきます。元の巣箱から遠く離れたところに置くのは、新しい巣箱の蜂たちが元の巣箱に戻ってしまわないようにするためです。新しい巣箱を遠くに置いて中にいる蜂たちが落ち着いた頃を見計らって巣門を開けました。これで割り出しによる人口分法に関する一連の作業は終了です。さて、私先ほど今回私たちは状況に促されて割り出しによる人口分法を行ったと申し上げました。では例年よりも1ヶ月早い人口分法には一体どのような心配事があるのでしょうか。私たちの今回の処置はどのようなリスクを伴っているのでしょうか。一つは女王蜂の交尾飛行のリスクです。これから新しく生まれてくる女王蜂は順調にことが運ぶと10日ぐらい先に交尾飛行に出かけるはずです。交尾飛行の最中に女王蜂はオス蜂と空中で交尾を行って一生の間に必要な精子をすべて仕込みます。交尾飛行はそもそもリスクを伴うものです。飛んでいる最中に女王蜂は様々な捕食者に狙われます。とりわけ鳥は危険な捕食者でしょう。しかしこうした一般的なリスクに加えて、春先は鳥の餌になりそうな虫の数が少ないので、交尾飛行に出かけた女王蜂は夏よりも一層狙われやすくなるのではないでしょうか。それともう一つの問題も同様に交尾飛行と関わるものです。夏になると割と近くに当養蜂場以外の養蜂場が存在します。寒い時期には温暖な地方で巣箱を置き、暖かくなってくると北海道にやってくる天使養蜂の養蜂場です。そうした養蜂場から飛び立ったオスたちが当養蜂場の女王蜂と交尾を行うということは十分にあり得ることです。しかし今の時期はこうした天使養蜂のオス蜂がまだいないので、どうしても当養蜂場の女王蜂は当養蜂場のオス蜂と交尾を行うことになります。こうした状況ですと遺伝子の多様性を確保することが難しくなります。はい、ということで今回は越冬期間中に汚れた巣箱を
新しいきれいな巣箱に取り替えている作業を行っている最中に、たまたま見つけた大台を軸に新しい群を急遽作った、その作業についてお話ししました。そして例年よりも1ヶ月も早い5月中旬にこうした人工分蜂を行うことのリスクについて考察しました。ともかく温暖化の下で気候が年々変化しており、そうした中で異例の対応を行わなくてはいけない場面がこれから増えていくのだろうと思います。でなお、巣箱の引っ越しと汚れた巣箱を洗っている作業を先ほどから映像で流しています。今回はこの辺で失礼させていただきます。いかがでしたでしょうか。でなお、もしもよろしかったら登録、高評価、そして動画をシェアして応援していただけると幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。美味しくなってるわ。